専用駐車場受付中。 RV パークに到着しました。はすこチャンネル。皆さんこんばんは、はすこです。はい、今日なんですけど YouTube でのコメントをいただいて、ある場所にやってきました。でそのコメントっていうのをちょっと紹介したいと思います。新名神の鈴鹿パーキングにできた RV パークってどうなんですかね。ぜひハスコの忖度ない感想を聞いてみたいということで、はいコメントをいただきました。ありがとうございます。というわけで私も高速のサービスエリアに RV があるっていうのは初耳で、道の駅とかだったら行ったことがあるんですけど、どうなんだろうっていうことで、はい今日は三重県にある新名神の高速道路の鈴鹿パーキングにやってきています。最近ねやっぱ車中泊してる人増えてきてるし、あとなんかニュースとかでよく相乗り問題みたいなのが話題になってるじゃないですか。そのサービスエリアとか道の駅の駐車場が無料だから、その道の駅を利用しないのに、サービスエリアとか利用しないのに相乗り集合場所としてただ車を置いていくっていう人が増えているっていうのもやっぱ関係あるのかなっていうふうに思っています。サービスエリアの普通の駐車場に停めているので、早速 RV の場所に向かっていきたいと思います。あった？これかな？予約専用駐車場受付中。誰もいない。イエイ。ありました。ここです。 RV パークに到着しました。忖度なしで正直な感想が聞きたいということなので、はい早速、レビューしていきたいと思います。まずですね、ここの RV なんですけど、鈴鹿の PA って多分上りと下りあると思うんですけど、上りにあります。で事前にカーステイから私は今回予約しました。チェックインとチェックアウトを自分でね選択できるんですよ。結構時間幅も多くて、チェックアウトとか特に夜中の2時から朝のね昼の12時までっていう時間幅で、結構 RV パークって無人じゃなかったりするところだとやっぱ鍵を返しに行ったりとか、夜中とかに出ちゃうとその他の人のね迷惑になるから、夜9時以降は RV の出入りはやめてくださいっていうところもあったりするので、そういうなんか時間幅が自由なのはいいなと思いました。であとはお値段なんですけど、電源利用があって、で、ペットとかも OK だし、その点は普通の RV パークと一緒だと思うんですよね。でお値段が2200円です。RV パークって結構お値段するとこもあるので、そういうところに比べたらちゃんとねトイレも24時間使えますし、パーキングなのでお食事どころとかお土産も買えたりとか、結構そういう面で充実してるので、めちゃめちゃ RV パークとしてはいいんじゃないかなと思います。あと周りも結構フェンスが20ぐらいになってるので、騒音とか全然気にならないかなっていう感じです。はい、では早速行っていきたいと思います。かっこいい。かわいい。かわいい。イエーイ。来ました。オープン。
美味しそう。初子チャンネル。フルフラットにするシーンが撮れてなかった。ショック。あとラゲッジボードもちょっともう結構やばいです。落ちかけてる。ラゲッジが壊れた。ネジが取れた。最悪や。ガーン。ラゲッジが終了しました。物大きすぎたかな。ショックです。物大きすぎたかもしれない。ガーン。初子チャンネル。今8時過ぎなんですけど、やらかしました。よくご当地のなんか冷凍物とか売ってるじゃないですか、サービスエリアって。なんでそういうのをね食べたかったんですけど、売ってるエリア、お土産コーナーが8時までだったみたいで、ギリギリ間に合わなかったです。ショック。ただね、セブンイレブンはね24時間空いてるみたいなんで、それは嬉しいなと思いました。あとお手洗いがめちゃめちゃ広くて、トイレの数が多いし綺麗だし広いし、であとなんか着替えコーナーみたいなのがありましたね。いいなと思いました。前髪がちょっと気になり始めたので、ちょっとお風呂に行ってきたいと思いますではお風呂に行ってきます。行ってくるね。雨降ってきた。すごい雨降ってきた気がする。いやーしんどい。でも出るのマジか。初子チャンネル。ちょっと寝てて、ちょっとお風呂に行ってきたいと思います。揺れてる。風がめちゃめちゃ強い。感じですね。真っ暗なんだけど、これでいいのかな。ついた。鍵をついたらつきました。なるほど。でもう一個入れたらいいんかな。なるほど。鍵をね閉めたら明かりがつきました。ちょっとしばらく明かりがつかなかったから心配でした。よいしょ。あら、光りましたね。
戻っていこうと思います。車内に戻ってきました。セブンイレブンがね、やっぱ24時間空いてるのってめちゃめちゃいいなと思いました。ちょっとチョコラ BB を飲む。今日みたいな天候の悪い日は風が強くて、軽自動車なんで結構ね風の音とかも聞こえますし、それで寝れないとかはないですけどね。なんか車生活が長いとなんか家が嫌いなんですかみたいなコメントとか来るんですけど、別にそういうわけではないんですよね。車移動をしていて眠たくなってそのまま車で寝ちゃいたいみたいなのが私のその車中泊のなんかスタイルですね。動きたくなくてもうそのまま車でいいやみたいな。仕事の時は動きますよ、もちろん。かけたりしてますね。めちゃめちゃいい。じゃーん、よいしょ。そろそろ寝たくなってきました。コンタクトを外して寝ようと思います。ダイエットなんですけど、こういうね旅してる時にせっかくご当地で美味しいもの、この時にしか食べれないものをやっぱり我慢するっていうのはちょっと良くないなと思って、メリハリですよね。メリハリが大事かなって思います。ラゲンジボードか。痛い。なんか置き場がないのだって。初子チャンネル。おはようございます。朝です。朝ごはんいいのがなくてカフェラテだけにしました。この起きたく起きたく。初子チャンネル。というわけで、そろそろチェックアウトの時間になるので帰っていきたいと思います。はい、今回初めてサービスエリアの RV パーキング RV ということで、感想としては
その RV としてはめちゃめちゃお得で、 RV パークという点で見ると売店だったりコンビニがあったりシャワーがあったりとめちゃめちゃ充実していますし、電源が使えて2200円って考えるとめちゃめちゃお得だと思います。まあ場所もパーキングの中ということで、はい、いいんじゃないかなと思うんですが、まあ、そうですね、こう無料でやっぱりその高速とかで仮眠休憩とかの延長の車中泊っていう風になると、その高速で2200円かっていうのはありかもしれないですね。結構そのニュースとかでもめちゃめちゃ長時間止める人がいるから、こういう有料のスポットができるっていうのは道の駅でもそうですし、ここサービスエリアとかパーキングでもそうですよね。これからやっぱそういう場所が増えていくのかなという感じありますね。2200円っていうのはちょっと高いかもしれないんですけど、この電源ポートとか使えなくてももうちょっと金額を抑えて車中泊してもいいよみたいな場所があればいいかもしれないですね。相乗りとかで誰も乗っていない車がずっとあるっていうのはちょっと問題があると思うんですけど、そういう有料の場所にはそういう人たちって止めないと思うんですよ。やっぱ空いてなくて休憩できないっていうよりは、もうちょっと値段を抑えてそういう場所があってもいいかなっていうふうに思いましたし、個人的にはやっぱドッグランとかもあるし、サービスが結構充実しているので、めちゃめちゃ素敵なパーキングエリアだなっていうふうに思いました。はいというわけでまた関西方面を巡っていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。ご飯だよ。美味しいかな。